独立して今年で15年目になるのよ。でも実は今まで営業を全くしてこなかった。でも幸いなことに仕事が向こうからやってきて途切れることがなかった。これってどういうこと？最近やっとその理由が分かってきたので、正直に今日は話をしてみたいと思います。ちなみに今日は営業で宮崎に行ってきます。そんなわけで今日は珍しく宮崎に営業しに行きます。はい、それでは敦子さんよろしくお願いします。今日はちなみに何しに宮崎に行くか知ってる？サーフィンでしょ？営業です。ボード積んどるやん。営業です。頑張ってこう。到着だね。実はですね、今回の動画はある特定の人に見てもらいたくて作ってます。営業が好きな人、あと人を売り込むのが上手な人、ぜひそんな人には最後まで見てみてください。その理由はこれからお伝えします。もうすでに知ってる人多いかもしれないんだけど、俺はね、アロハブランディングというブランディング会社を15年間やってきて、200を超えるサービスだったりグッズをブランディングしてきました。ついた。なのでクライアントの課題なんかを意外と早く回答を出す自信はあったりします。でも自分のことになると難しかったりする。ブランディングのプロが自分のことだけブランディングできないっていう状況はなかなかシュールなのだけど、さらにブランディングのためにコンテンツを作って配信しても、俺こんな仕事してますといったダイレクトに表現したコンテンツってびっくりするぐらいウケないのよ。結局いろいろ模索してるうちに仕事とは全然関係ないこういう動画が人気になるわけ。おっさんの笑い声だ。こういう動画っていうのはですね、いくら作っても本業の仕事には全く関係がないわけよ。なのに受けると楽しくなって、どんどん自分の本来伝えないといけないところから離れていく。ドローンをブンブン飛ばして波情報のライブ配信をやってみたり、俺何してんのって思いながら、でもまあ楽しいからいいかってやっちゃうんだよね。はい、ここでちょっとハワイの話をさせてください。2012年のこと、俺は安定した博報堂グループでクリエイティブディレクターとしての仕事をわーってやってですね、そして長年ハワイで子育てをしたいっていう夢だけあったんで、それを実現するためにビザを取って移住します。子供は3人いて、一番下の子はまだ6ヶ月というそんな状態。無謀です。今だったらやらないかもしれない。でもその時はやっぱりね、どうしても叶えたい夢があったんでやりましたと。その時一番不安だったのが、やっぱり今までの関係性上仕事がなくなるんじゃないかというね、離れるから。そして蓋を開けてみると、実はですね、移住してる5年間の間に100組近い人が遊びに来てくれました。ハワイに移住したんだって、ハワイの暮らしどう？そんな話をしながらバーベキューしたりサーフィンしたりしてるうちにですね、今こんな仕事があるんだけどやんない？みたいな。やるっつって。そして、5年間幸いなことに仕事が途切れることなく継続することができました。これはハワイに行く前全く想定してなかったこと。だから今振り返ってみると、なるほどなっていう感じなんだけど、当時はですね、もう仕事なくなるなって思いながら言ってました。今振り返ってみると本当にありがたいことなんだけど、やっぱりその時実はハワイの広木長沢に会いに来てくれていた。日本に帰ってくると途端にこの引力がなくなってですね、近くにいるにもかかわらず会う人が激減するという悲しい事実があるんです。だから新たな引力を求めて YouTube チャンネルを開始するんだけど、この時はハワイから帰って茅ヶ崎に帰国していく模様をブログにしたりして動画をたくさん作った時期でもありましたね、この時はね。そしてある程度軌道に乗ってくるんだけど、ここでまた新たな問題に直面します。結局バズった動画を作っても本当の意味で仕事につながるわけではないという。
ということでここから営業に向かいます。You think you understand me. You think you have an inside point of view. You think that you command me. You think I'm gonna hate to break it to you. ここで気づいたことがあるんで図にしてみよう。営業が得意な人って声をかけるだけで仕事になるじゃないですか。シンプルな直線。でも俺みたいに営業が苦手なタイプって全然そうならなくて、コンテンツを作って仕事の発信して、でも誰も見てくれなくて、じゃあ関係ない発信をしてたらそれは見られるんだけど仕事にはならなくて、でもその発信をたまたま見ていた誰かがある日ふと声をかけてきて、そこからやっと仕事になったりする。我ながらひどいけどこんな感じ。でもね、これ行動心理学的にはちゃんと説明できるの。単純接触効果っていうんだけど、人って繰り返し目にするものに自然と好意を持つようになるっていう法則があって、インコの動画でもドローンの映像でもとにかく繰り返し目に触れることで、あ、この人またいるってなって自然と好意が生まれていって、いつかその先に仕事につながったりする可能性があるわけよ。ということで実は理にかなっていたりするのよね。ただめちゃめちゃ遠回りだけどね。この遠回りをしてきたから今があるのは確かなんだけど、でも逆に遠回りせずに営業できる人ってめちゃめちゃ羨ましくもあるのよ。だってこのぐじゃぐじゃがないんだよ。はい、到着。こんな部屋です。これ大丈夫かこれ。怖え。安全ブレーカー。おー、ちょっと狭くて怖い。一人しかいない時に入るのはおすすめしない。だってドア開かなくなったらおしまいだからね。暑いけど限界まで我慢。これから独立しようとしてる人に言えることがあるとしたら、営業が得意ならガンガンやればいい。それが一番の近道だから。でも営業が苦手なら覚悟して人と違うことをやって、それを発信して興味を持ってもらって、ぐじゃぐじゃ遠回りしていけばいずれ仕事になる。俺の15年間は多分それだったんだと思う。それともう一つ、さっきの話に戻るんだけど、一緒に仕事してくれる人を探してます。理想は営業ができて、俺というコンテンツを企業や自治体とかに売り込んでくれるような、そんな人。講師業もあるし、ブランディングの仕事もあるし、映像が撮れたりすると嬉しいんだけど、そこまで多くは望みません。俺こそは、私こそはっていう人はぜひ連絡してみてください。こういうのって相性が大事だと思うんで、まずはお話できたりすると嬉しいです。でも一緒に遠回りの仕事を楽しんでやってくれる、そんな人もありっちゃありなので、ぜひ連絡ください。お待ちしてます。お願いします。